ご視聴いただきありがとうございます。長官夫人です。前回のバンコク編に続き、今回はチェンマイのタイマル最新事情をお届けします。2022年の合法化当時、タイマルはチェンマイの方がバンコクよりも良いと耳にしていました。では、再規制が始まった2025年の今はどうなのでしょうか。お店の紹介はエリアごとに別動画でまとめますので、今回はチェンマイタイマルの総評です。チェンマイといえば、秋に開催されるコムロホイ、ランタン祭りでも有名です。幻想的な夜空を思い浮かべながら、チェンマイの街並みとタイマル事情を重ねてご覧いただければと思います。どうぞ最後までごゆっくりご覧ください。2022年6月、タイではタイマルが合法化されました。そんな歴史的な合法化から一転、2025年6月末には再規制が始まり、その1週間後に訪れたタイでは、すでにお店の混乱が見て取れました。しかし今月、新たに首相に就任したのは、かつて合法化を推し進めた中心人物です。これから業界に追い風となるのでしょうか。お店の方々にインタビューもしましたので、早速見ていきましょう。当チャンネルでは初めてのチェンマイ。これまで大気汚染のイメージがあり、避けてきましたが、実際に訪れてみると、バンコク以上のタイマル天国で大満足。まず、街の規模に対して店舗数が多い。まさにタイマル密度が高い街です。さらに、多くのお店に喫煙スペースがありました。店の奥や2階など、こっそりと用意されているケースが目立ちます。エディブル製品を扱うお店も、バンコクより多い印象でした。こちらも控えめに販売されています。お部屋で吸えない場合はエディブルも試してみてね。複数のお店を回りましたが、処方箋やパスポートチェックが必要なところはありませんでした。たまたまかもしれませんが。そして規制について、いくつかのお店で伺ってみました。聞いたのは、再規制後の変化、警察の検査、新首相になって今後どうなると考えるか。まず、再規制後の変化について、観光客が減ったという声はあまりなく、喫煙スペースを見直したという店が多かったです。次に、警察の検査。話を聞いた範囲では、検査を受けたお店はありませんでした。今後の展望については、これから良くなるという前向きな意見もあれば、どうせ何も変わらないという冷めた意見もあり、様々でした。6月に規制が強化された際には心配しましたが、今のところは普通に吸えそうな雰囲気です。よかったよかった。一安心ですね。とはいえ、チェンマイのタイマル事情も今後どう変わっていくのか予測は難しいところです。日本にいると現地の最新状況はなかなか入ってこないので、現地情報などコメントでぜひ教えてください。皆さんと情報を共有しながら、一緒にタイのタイマル事情を追いかけていければ嬉しいです。長らくお休みしていた YouTube を再開したのもそんな理由からです。応援していただけると励みになります。まだまだ登録者は少ないですが。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次回予告をどうぞ。次回からはチェンマイのタイマルショックをエリア別にご紹介します。まずは、四角い城壁街の東側エリアから3軒。次回もお楽しみに。